皆様今回はですねこちらキャベツを使ってとんぺい焼きめっちゃ簡単ですねを作りたいと思います。俺はもうこれ一品料理としてすげえ好きなんだよね。正直これがメインとしてあれば十分みたいな、俺の中のイメージこれはなんかもうねお好み焼きみたいな感じで食べてた昔ということでいきます。ダイエットにもいいよね。あ、まあいいだろうね。粉物使わないからね、卵だけだから糖質制限にもいいですね。でまあ豚バラは軽く半分ぐらいに切ってきます。バラ肉とでキャベツですね。キャベツは千切りなんだけどあんまり細すぎない千切り。結構ね大雑把でも大丈夫ですよ。これはこれ細すぎない千切りってなんて言うの？何切りこれ？あそこは答えてくれないんだ。はい、ざく切りじゃない？あ、確かにこれくらいでいいです。でもじゃあ細すぎる、超細すぎる千切りは？超細千切りじゃない？どうすぎん？はい。でね、せっかくだからこの芯の部分もちょっとこれだけは細くして、じゃあもう使う材料は基本キャベツと豚肉で、まあもやしとかあってもいいかなと思うんだけど、今回はキャベツだけにしたいと思います。であとは卵ですね。今回1人前3玉使おうと思います。じゃあ火にかけていきます。ではまずフライパンに油、適量で良いですよ。はい、油引いたら最初にまず豚肉から炒めておきます。はい、じゃあいい感じにこんな感じで火が通ったらここにキャベツぶっ込みます。でもみんなどう？とんぺい焼きってなんか結構関西の料理らしいんだけどさ、作ってた？俺めっちゃ作ってたんだけど、とんぺい焼きとあとネギ焼き作ってた。ネギ焼き大好き。今度ネギ焼き作ろうかな。なんかネギ焼きめっちゃうまいよね。しかもめっちゃ簡単だよ。ね。じゃあこんな感じでキャベツにも火を通していきます。たっぷりだねキャベツ。結構これでボリュームもあるからすごいいいと思う。はい、こんな感じで全体に油を回してあげる感じね。いい感じにキャベツをしんなりさせてください。まあちょっと量が多いんで中火ぐらいにしてたまにかき混ぜつつちょっと蓋をして蒸し焼きにして火を通していきます。でまあキャベツ炒めてる間に卵1人3個分なんでね、まず1人前分の3個溶いてほぐしておきます。これ考えたら結構タンパク質も取れるしいいレシピだねこれ。はい、こんな感じでキャベツがそれなりにしんなりしてきたら塩コショウしておきます。で塩コショウしたら醤油を少々で醤油入れたらこれの状態でもうちょっと軽く炒めて、はい、じゃあこんな感じで中の具は完成。そしたらもう一個フライパンを用意して油がくっつかないようにね。ではこちら熱したフライパンに卵流し入れます。はい、で回し入れたら滑るねこのフライパン油で。具材で今回2つ折りにしようと思ってるんで手前側にのせてあげてください。で普通にもうこうやってちょっと折り曲げてあげて、でこれお皿があったらお皿もこうやって上にのせちゃってよいしょ。
潰しちゃえば綺麗に乗るんで。でまあこんな感じで出来上がったら最後ね、オタフクソースとかマヨネーズとかお好みの味付けにして盛り付けて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。やばい、完璧すぎにちょっとあんまりつけないんだけど完璧、やばいでしょ。やばいよね。どうぞ。はい、ということでいただきたいと思うんですけども、はい、本日はねちょっとね多分耐えられなくなると思ったんでビールを私用意しました。いただきますちょっといただいていい？どうぞ。あ、こうちゃんも温かいうち食べよう。ちょっともうサムネに撮ってる間サムネに撮ってる間にあれだからさ、一緒に食べよ絶対うめえもん分かってるう。もう絶対うまい。いただきます。紅生姜ですよ。めっちゃうまい。いただきます。開けて、あ、皆さん乾杯。もうやばい、マジでやばい。最強。至福すぎる。わかる？この甘いやつにこの辛口の朝日が最高にいいんだよ。わかんの？分かる分かるわかんのこうちゃん。分かる分かる。でも本当はね、こうちゃんにね、本当はもっと山盛りにね、紅生姜をやりたかったんだけど、ちょっと見た目を重視して、いる？こうちゃん紅生姜。俺あんまね、見た目だけなので、紅生姜実はね、いらない派なんですよ、実は。はい。紅生姜だけ食べたい派。ね、好きだよね、こうちゃん。で今回サムネイルのためにやったけどソースはたっぷりの方が美味しいよ。絶対うまい。マジでうまいね、これね。これやっぱさ、ざく切りのさ、しなったこのさ、キャベツやばいよね。キャベツ僕ね、食感もある生あんま食べないじゃん、うん焼いたら鬼のように好きになるんだよ。ないよね。でさ、うんお好み焼きはもちろん好きなんだけど、んこうちゃんよく作れてたじゃん。なんだろう、こっちの方が手軽にめっちゃ食べられるじゃん。うんうん。だからそういうのもあってすごい好きなんだよね。うまっ。あでも何なんだろう、最初の一口目ビール好きなんよ。うん、確かにすげえ本当になんかもう一杯飲もうかなって気持ちになるね。うん、うまいよね、いや、こういう屋台の味っていうかな、こういうのにビールはもう最強すぎる。夏祭りに出かけたいわけじゃなくて、うん夏祭りの屋台にずっと行きたい。わかる。ちょっと人多いじゃん。あと蚊がいるじゃん。やばい、ちょっと待って、これはちょっとマジでビールなしでは食べられないレベルでうまい。で簡単じゃん、これは本当にこうちゃんのやり方であれば失敗もしないしね、で今回さ、ちょっと小さめのおしゃれな皿使っちゃってるけど、危ないなって思う方は大きいのね。大きいので、最近さいくつくらいの子かわかんないんだけど、めっちゃ小さい子が僕たちの動画を見て作ってくださってるんだよ。だからめちゃくちゃ嬉しいんだけど、本当に焼けるだけには注意してほしい、本当に。なんかお父さんお母さんに作ってあげてるみたいで、やばくない？子や。でいくつぐらいなのかわかんないんだけど、絶対中学行ってないと思う、まだ。小学生の子、マジですごいいい子だと思う。びっくりするぐらいあっという間なくなるんだから。待って、早いなこれちゃん。いいよね。でもまあ小麦粉とかも使ってないからさ。そうなんだよ。おやつにもいいレベル、本当に。でこうちゃんが言った通り、一品料理でも食べ応えもあるから、これだけでお腹いっぱいになるから、本当に深夜とか食べても全然いいと思うし、罪が薄くなるね。そう、ダイエットしてる人の罪は薄くなる、絶対。もうソースぐらいだよ多分、砂糖が。そうだね。でそれもさ、まあ絶対ソースがうめえんだけど、うん最悪醤油とかをねハケで塗っても美味しいと思うから、確かに。より糖質はアップできるし、これは本当おすすめ。うまっ。最高。ウイスキーがなくなった。飲んでないでしょ。とりあえずこうちゃん食べようだから、とりあえず後でゆっくり食べたいと思います。これはうめえ。作ってみる。いやー、めっちゃうまい。楽だから。はい、ということでですね、本日は手軽に作れる、まあ失敗のしないね、とんぺ焼きをね、こうちゃんに作っていただいたんですけど、本当にね、もうなんつうんだろうな、これ嫌いな人いないよね。やっぱお好みソースとマヨネーズとの味なんで、ちっちゃい子から大人まで絶対好きだと思うし、あとやっぱり僕的にはキャベツがやっぱ
焼いてないキャベツ苦手なんですよ。なんで焼いてあるキャベツとこのやっぱ豚肉ね、豚バラの相性が最高にいいのと、あと罪が薄い感じがしていくらでも食べていいと思っちゃうからどんどんいけちゃうって感じですね。でも卵で巻いてるのも最高だしね。俺はさ結構キャベツ粗めに切るんだけど、まあ結構細めの千切りでもいいし、そっちは広島風のお好み焼きってそんな感じだから、なるほどね。そんな感じでもいいと思うし、まあそこら辺はお好みで、まあ細切りにした方がさらに加熱時間が短くなると思うんで、ワンチャンだからもう巻いてる間に入れられる可能性もあるよね。まあそんだけそんだけ薄くしてればね。半生状態になると思うけど、まあそれでも美味しいと思うんでぜひぜひ作ってみてください。はい、ということでそうだね、そっか、食感が残る場合そうなるのか。俺はもうやっぱりこうちゃんみたいに最初に焼いてくれてる方がいいんだよね。しっかり焼いてくたらせて入れたいでしょ。もう入れたいんだよね。これはお好みだね、本当に。そうだね。シャキシャキ食べたい方は後から入れるとか、その途中で入れるのもありかなと思います。はい、ということで本日は以上になります。本当に美味しかったです。美味しい。ぜひぜひビールのお供にね作ってあげてみてください。ということで以上になります。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。またね。バイバイ。バイバイ。